こんにちは、ラムールソーイングクラブです。今回はですね、こちらの大きすぎる襟ぐりをね小さくするリメイクをねご紹介したいと思います。まずねこちらに取り掛かる前にちょっと襟についてですねご説明したいと思います。まずこの襟のね横の部分ですね、これは天幅とか襟幅と言います。その次このネックポイントと言いまして、これはちょうどねこのボディのこの部分ですね、ちょうどここのところネックポイントと言います。略して NP と書いたりもします。そしてこちらが肩傾斜になります。肩傾斜ですね。それから次に前下がりと言いまして、このネックポイントからこの襟の下がりのとこですね、秋のとこですね、ここまでの長さを前下がりと言います。襟の大きさはこの天幅と前下がりで決まります。こちらが大きいと大きな襟ぐりということになります。襟を小さくする場合ですね、横方向に小さくするやり方と、あとここですね、肩をつまんで前下がりの方でね小さくするやり方と、いろいろあると思います。今回ねいくつかのパターンをねご紹介したいと思っています。また次にですね、この襟の始末なんですけれども、いろいろあります。これねよく T シャツなんかであるバインダー、不白ではパイピングっていうものですね、そういったものとか、これはねもう共布をくるんでるような始末ですね。それから次にトレーナーなんかでよくあるこのフライスとか横ゴムをね襟につけて、2本針とかでね縫ってるやり方ですね。でその次こっちは裏パイピングというやり方ですね。でファークなんかでよくある見返しがついてるものってあります。で皆さんね持ってられるものがねいろいろ縫い方違うと思いますけれども、参考にねしていただければなと思います。次にですね、どんなねリメイクの方法があるかねざっとねご紹介したいと思います。まずねこの縫い目ですね、この縫い目をほどく方法と、ほどかないでやる方法もあります。ほどかないでやるリメイクとしては、まず肩を縫い込む、この部分ですね、この肩を内側からですねこう縫い込むというやり方ですね。それから、中央にタックを入れるということで、これは中央にタックはこういう形で、こんな形でですねタックを入れて、ちょっとこの縫い始末がちょっと少しごろつきますが、ちょっとこういう感じでねタックを入れて、この襟のところはちょっと見えないように祭りかなんかで隠すというやり方ですね。でその次は襟の内側に別のを入れるということで、レースとか、ネットとか、あとはニットのねカットソーのなんか生地なんかでも合うものがあればいいと思います。感じとしましては、ちょっとこれ私作ったものなんですけども、こういう形で内側にこうレースが入るので、ちょっと内径のこう円になるので、ちょっと襟ぐりが小さくなるということですね。でこれ別にフリルになってるんですけれども、フリルじゃなくってもデザイン的にもあると思います。これはデザイン的なね、好みの要素もあるので、ちょっとこれもねまた参考にしていただいたらと思います。でその次は身ごろをね切り替えてカットするっていうことで、身ごろをですねこう内側からですねこうつまんで、もうこのままこう縫っちゃってですね、そしてその分縫い代は細くちょっと後で始末して、この分を細くするということですね。これもちょっと、襟の始末のところは少しゴロッとするかもしれませんね。今まで言ったものはほどかないでもできます。で次にこの襟のね始末をほどいてやる方法ですが、手間はかかるんですがほどく方がね綺麗とは思います。これねほどいてやるリメイクという、まずねギャザーを入れて襟をつけ直すということで、この部分をほどきまして、よくやるのはここの中央にねギャザーをこうギャーッと入れてね、でギャザーを寄せて身ごろを小さくして、で襟ぐりのこのねバインダーをつけ直すというやり方ですね。それから同じようにやっぱりタックですね。タックも先ほどはほどかないでやりましたけど、ほどいてするとすっきりします。タックも例えば先ほどみたいなこうボックスタックっていうのもありますし、ボックスタックですね。で片方の実際ねこう一方方向のタックをいくつか取るっていうタックの入れ方もありますし、このタックも折るだけっていうのもありますし、ミシンでこう中縫いって言いまして中をね縫ってやるやり方もねいろいろあります。
これはまあデザイン的なことでね、またね考えてみてください。で身ごろをね、ほどいて身ごろを切り替えるというのもねあります。ですこれもほどいてますので、切り替えたものはすっきりして、例えば切り替えたものはこれ後ろがねちょうどもともと切り替えになってるんですけども、こういう感じで切り替えても襟をつけ直すとここはすっきりね仕上がります。例えばですね、この襟のこのパイピングバインダーの布をね別の生地でする時にはもうこれ使わないからね、もう切っちゃってそのままギャザー寄せたりタック取ったりしてこう作り直すことできるんですけれども、これをね使いたい場合はもうちょっとほどこうと思います。で今回は私これ使いますのでこれをほどきます。そして今からするリメイクとしては、前にギャザリングを入れまして、で後ろはちょうど切り替えてますから、ギャザー入れないで切り替えで入れます、詰めます。そしてこの前下がりの部分ですが、ここも肩のところも少し入れます。いろんなのをちょっとずつやって小さくしたいと思います。それではスタートしたいと思います。なんかねちょっとスッとね簡単にほどきまして、でこれ後ろはね切り替えなんでちょっとね後ろ中央の場所分かるんですけど、前がね分からなくなるので印します。肩を合わせて、ニットなんでねこう伸びやすいのでね自然に置きまして、ここですね前中央のところ印入れます。次にですね裏に返します。そしてまず肩のとこですね、肩のところは、このネックのところで今回ちょっと 1.5 センチほど入れたいと思います。縫い目のところから 1.5 センチ下がったところに印入れまして、そして肩幅ですね、肩幅あたり、この辺ぐらいで自然にちょっと馴染むような感じのカーブにしときます。ちょっとこの分もともとねカーブになってますので、こんな感じですね。でこちらをミシンで走ります。今回ニット用のねレジロン紙を使いたいと思います。でその次ですね、前のところも一緒にギャザーミシン走ります。ギャザーは、4センチ4センチギャザーで取りたいので、こちらですね約10センチぐらいのところここで印入れます。こちらもですね約10センチぐらいのところ、こちらからこちらまでギャザーミシンを走ります。で今回この分がですね約1センチの幅のパイピングねバインダーの布なので、ギャザーは端から 0.8 にで1本、そしてその上に 0.4 ミリぐらいで上に1本、合計2本走りたいと思います。次にですね裏に返しまして、後ろ中央のこれはぎ目のとこですね、こちら裏に返してこのように整えます。そして、私の場合ですけどもネックのところで4センチ、合計8センチに縫い込みます。でちょうど出来上がりのところですね、出来上がりのところから4センチのところに印します。そして裾に向かってですねちょっと斜めに入るような形のにします。少し斜めにまっすぐでいきます。で合流、裾に向かって合流します。こちらをミシンで走ります。そしてこちらねち
ちょっと縫い代をね余分な1センチほど残してあとカットします。肩も同様に1センチほど残して縫い代カットしてオーバーロックで始末します。ちょっとね黒で申し訳ないんですけどね、肩も縫い込んでオーバーロック始末しました。それから、後ろ中央もねこう斜めに、入れ込みましてねオーバーロックで始末してます。でこんな感じですね、前はギャザーミシン走ってこれから寄せたいと思います。そしたらちょっとね分かりやすいように表に返したいと思います。で前のところはちょっと左右対称のねギャザーの入り方になりたいので、ここにね中央のとこしっかり印入れてます。でギャザーミシンをですね2本いっぺんにちょっと引っ張ってみます。こうですね。で、4センチね後ろ入れてまして、前も一応同様に4センチ小さくします。で10センチのところね印入れたので、この10センチが6センチになるほどぐらいにこう引っ張るという感じですね。こんな感じですね。ちょっとこれ消えかかってますね。ちょっとこ前側にしとこう。こうですね。でこれが、6センチになる感じで、だいたいですね後ろ4センチ入れたら前も同じ分量を入れるっていうのが基本で、手幅がねあまり前後差が極端になるとねちょっとシルエットが崩れやすいのでね、これぐらいの感じですね。でこちらも同じように引っ張ります。ギャザーミシンはね返し針しないで、引っ張るようにねこう返し針しないでギャザーミシン走ってます。こうですね。でこういう風になりまして、でこちらが6センチですので6センチになるようにちょっと多かったら調整してください。と結んどきましょう。これでねちょっと動きやすいので結んどきましょう。何ミリぐらいかちょっとぐらいはねずれても大きな問題はないと思います。こう出しましてね、ここで結んどきます。左右中央の印してましてね、左右対称の感じでなるようにギャザーをねこうねなじませといてください。こんな感じですね。次にですねこのねパイピングのねバインダーの布をねつけたいと思います。ちょっとこういう風にねほどいたのを見ていただいて、こう見てちょっとだけこう出てる方がありますよね。この出てる方が裏で、こっちねちょっとこう出てない方が表ということで、こう身ごろがありましたらこういう感じにつきます。こういう感じですね。でいろんなつけ方ありますが、今回ちょっとやりやすいやり方で裏からつけて表に返してステッチで留めるというのをやりますので、こういきましてね、こういう感じですね。ここまでねこういきますね。こういって裏からいきます。で左肩の縫い目よりもちょっと1センチ奥ぐらい、1センチぐらい外側ぐらいを縫い目にしまして、こういうふうにこう持っていきましょうね。で、ちょっとだけ5ミリぐらい折っといてください。そしてこれでピンで留めます。でこちらもねこう合わせて留めていきます。でちょっとこういう感じで少しこの生地伸びますのでね、ちょっとこういう感じであんまりね引っ張りすぎない感じで留めていってください。そしてちょっとねぐるっと一周回ってきましたら、この折ったとこですね、折ったとこから1センチとか重なったところで、切ります。こんだけね小さくなったわけですね。だいぶ小さくしました。でこちらでこう合わせていってください。でここはねもう重ねて折り目のところ折った方が下側で重ねてこう合わします。
そしてミシンでこの折り目のところですね、ミシンでぐるっと走ります。今度はこれをこういうふうに前に持ってきまして、この縫い目をね隠すように今度は合わせます。そしてステッチで押さえて出来上がりになります。始まりのところですが、こう5ミリですね、折り込んだ折った状態でこういうふうにこちらは広げてください。そしてこう持ってきて、こうですね、こう広げて、でこう3枚一緒にこう折り込んで表にこういうふうにします。こんな感じですね。こちらですね。でちょっとねニットの場合はそんなにあれなんですけど、ファークの場合はこうねじれたりねしやすいので、ねじれやすい布の場合はちょっとしつけをねこの辺にねちょっとミシンのかからないところにしつけをされてもいいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。こんな感じでね、襟ぐりがね小さくなりました。ずいぶんね小さくねなりました。ギャザーで約この部分で8センチ小さくして、で後ろ中央でここも4センチ4センチ入れたんで8センチ小さくなってます。そして、ネックのところでも1.5 ずつ入れたのでここで3センチ小さくなってるので、ちょっとずいぶんね小さくしました。でこちらねちょっと、小さくなりすぎたかもしれませんけどね、ちょっとこれねこういった感じでここまで小さくできますよということでね、参考になればねいいかと思います。今回はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。これからも洋裁のこといろいろ投稿していきますので、登録の方よろしくお願いいたします。